松浦さん、こんにちは。こんにちは。今日は何を教えてください。今日はですね、アダストラビッグリップが咲いたんで、もうそれを紹介したいと思います。はい、もう花が咲いてるのほとんど売れたんで、あと何発しか残ってないんですよね。はい。でも貴重な映像をちょっとお見せしたいなと思いまして、はい、今日はお願いしました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これがアダストラビッグリップですね。去年導入した苗がこういう風になりました。はい。ちょっとバルブがでかくてですね、ジャンオリンステンよりちょっと同じぐらいのバルブの大きさになってますね。はい。で去年導入した苗がこれぐらいです。これぐらい。こんな苗が1年でこんなになったという形ですね。デンドロビウムのアダストラビッグリップというやつを紹介したいと思います。そこでですね、綺麗な花が咲くということで紹介してもらったんで、今それを育てているところなんですけど、結構伸びが良くてですね、ピラルディの仲間だと思うんですよね。ピラルディの兄弟中か子供ですね。ピラルディとアノスモスの掛け合わせでできた種類だと言っていましたね。はい、ですからピラルディの親戚みたいなもんですが、はい、ですからこういう形で垂れ下がって咲くってやつですね。はい。これは2本立ったんですけど、これなんか、1本だったんですね今年。でも来年は2本出てるんで、はい。これは来年2本出しになるんじゃないか、これ以上の大きさになるんじゃないかと思っています。はい。でも本当に去年導入した苗はこれぐらいですからね、もう10センチぐらいしかなかったんですけど、結構いきなり太ってくれたと。すごく綺麗です。はい。花もピラルディより大きいんで、インパクトが強いですよね。大きいですよね。はい。リップも、結構模様が入ってて綺麗なんで、はい、こういう感じで咲きました。はい。でこれはですね、10度以上あるハウスに置いていたんですけど、早く咲いたやつとちょっと遅かったやつ、ちょっと、こんな感じですね。はい、で、本当はですね、もうちょっと花が咲いてほしかったんですけど、これはちょっとまばらになってしまいました。ちょっとそこら辺はですね、揃わずに咲いたという感じですね。でもこれはですね、花が今年つかなかったやつもあるんですよ。でも何発かですね。でもそれには高芽がついているんで、はい、しっかりこの苗も手に入らないんで、高芽ができて、何個かできてるんで、それをで苗作りしようかなと思っているところですね。花が咲かなければ高苗ができていました。はい。アダストラビッグリップですね。こういった特徴で、本当に去年こんな小さい苗だったんですけど、1年でこれぐらい太ると。で来年は2本立ってるんで、ある程度ちゃんと管理すればですね、これ以上になってくれるんじゃないかと思ってるんで、今年は大事に育てたいと思います。スリット鉢ですから結構下から根も出てですね。でも今年までは植え替えしなくていいのかなと思うんですよね。ある程度小さい鉢でいじめてちゃんと管理して太らせるという形をとってみたいなと思っています。今年は植え替えずに、ちゃんと乾いたら水やるで、育てていきたいと思います。これですね、ちょっと肥料やりがちょっと遅れてるんですけど、すぐ今日でもやりたいと思います。ロングトータル夏季1号の100日タイプをやろうと思ってますんで、それをやってちゃんと水をやって、今年はですね、これ以上の長さ、2本これ以上の長さで育ててみたいと思います。はい。松浦さん、今ちらっと言ったんですけど、はい、前も聞いたんですけど、鉢は急に大きくしない方がいいと。そうですね。で今なんかちっちゃい鉢でちょっといじめてみたいに言ったじゃないですか。はい。結構根がですね、小さい鉢の方が結構根が充実してくるみたいですね。あんまり大きな鉢に植えてしまうと粘りが悪いとか、そういった形に洋ラの場合になるみたいですね。ある程度小さい鉢でそうした方がいいかなと思います。水切れとか水持ちとか、そういうのが関係してくるんじゃないかと思うんですよね。あんまり大きな鉢だったら蜜持ちが良すぎて根っこが張らないとか、そういうのもあると思うんですよ。
である程度小さい鉢に植えて、乾いたら水やる乾いたら水やるっていうことで根が伸びていくんじゃないかと思うんですよね。はい、そこへもあります。ですから去年植え替えしたんで、今年はまだ大丈夫かなと思っています。それも様子を見ながらちょっとやっていきたいと思います。はい、去年は本当に2ヶ月ぐらい苗のまんまほったらかしてたんで、はい、そこ辺がちょっと残念なところもあるんですけど、今年はちゃんと、肥料やりと水やりを頑張ってやっていきたいなと思います。育て方はピラルドと一緒、そうですね、乾いたら水あげるっていう形ですね。これがですね、これも去年小さかった苗なんですけど、ある程度こう2本立ってくれて、で今年出たバルブにもですねちょっと咲いてくれて、はい、こんな感じですね。あんまりたくさんつかなくてもこれぐらいの大きさの花が何輪か咲いてくれたら、それでもいいのかなと思いますね。はい、こんな感じです。アダストラビッグリップ、なかなか苗が売っていません。はい、この前神戸行った時にですね、一つの業者が一鉢だけ持っていました。はい、アダストラビッグリップでもちょっとこれより色が濃かったんですよね。はい、ですから、これは珍しいんだよという話をされていました。他ではでもアダストラビッグリップの苗が出てなかったんで、貴重な苗になるのかなと思うんですね。今年は10鉢ぐらい残ったんで、高芽も出てるから、ちょっと苗作りをちょっとしようかなと思っています。高芽をうまく育てて、ちゃんとした製品を作っていきたいと思います。でも2年3年ちょっとかかってしまうかなというところですけど、もう苗がないんで、自分で作るしかないのかな。ちょっと苗があればちょっと探してみますけど、ない場合はですね、自分で作るしかないっていうところですね。2、3年かかるけど、それはそれでちゃんとしていこうかなと思っています。残しておいてください。そうですね。はい、ぜひ持続可能な生産体制を取っていきたいなと思っているところです。ですね、このアダストラビッグリップはですね、PLRD とアノスモスという加水性のデンドロビウムの掛け合わせですね。はい、で、こういった色が出てきています。はい、ちょっとピラルディより色が濃いっていう形ですね。はい、花が大きくて色がはっきりしてるんですごく綺麗じゃないかと思うんですよね。ジャン・オリステン・レッド&ホワイトっていうのはですね、私も今年育ててみて、これより花のつきが良かったかなと思うんですよ。でもこれ2ヶ月ほったらかしたから、その影響もあるのかなと思いながら、はい、ちゃんと管理してやればもうちょっと花がいっぱい咲いてくれたんじゃないかなと思います。でもそのおかげでですね、高芽がいくつかできたんで、はい、それもちょっと特徴をつかみながらこれからも育ててみたいと思います。はい、5、6鉢花がつかなかったやつがあるんですよね。それに高芽がついてきてるんで、5、6個高芽がついてきてるから、それの成長を見て、それで苗作りができるんであればいいかなと思っているところですね。でも今までですね、花が咲かなくても夏場に葉っぱの成長とかバルブの成長とかですね見させてもらったんで、あんまり責めずにですねなるようになってくれればいいかなと思いますね。はい、花が咲かなかった原因とか、それも自分なりに研究してですねやるといいかなと思います。そうですね。もし咲かなくてもいろんな利点もあったり、その高芽も出たりいろいろするんで、そこは何年か経験を積んでですね、うまく4、50輪咲かせるような感じのアダストラビッグリップとかジャン・オリステンを作ってみたいなと思っているところですね。はい、日々研究じゃなくて日々勉強でしょうかね。そういうところです。いろいろ工夫しながらちょっとやってみたいと思います。はい。アダストラビッグリップ、本当にバルブがでかくて結構花も綺麗でいいと思うんですよね。ともうちょっと寒さに弱いかなと思ったんですよ当初は。言ってましたよね。アノスモスがですね、10度以上ぐらい欲しがるっていう情報があったんで、で私もですね他にバルブがでかい品種を何個か育てたことがあるんですけど、それは
ペラルディと同じ温室に置いていたらそれだけ枯れたんですよね。はいだからそこでちょっと心配したんですけど、これはまあピラルディと同じ温度帯のハウスでも十分育ってたんで、まあ、そこには大丈夫だったのかなと思いますね。まあ基本的に、うちのハウス、まあ、自分で作ったんでもう、今年1度になりました。まあ0度から1度0度に1回になったからまあそこでもなんとか耐えていました。皆さん普通は5度以上あった方がいいですよ5度以上に保った方がきれいに育ちますね。で、私はですねちょっと10度以上冬10度以上保てるハウスをちょっと曲がりしたところがあってですね、まあ、そこは順調に育ちました。まあ温度帯で全然成長違います。違うってことですね。はい冬場に10度以上あればですね、ある程度こう、まあ私花の挿し木とかですねチェリーセージの挿し木とかもそこに置いてたら結構育ちました。ペチュニアの栄養系の挿し木でできるペチュニアもですねそこに置いてたら冬でもつがるんですよね。はい、ですからできれば10度以上あるハウスがあればいいのかなと思っているところです。まあでも松田さん基本的に鍛える育て方ですね。そうですね。基本的に鍛えてますんでまあその方が普通の家庭に行った時は作りやすいのかなと思うんですよね。アダストラビッグリップもですね、私初めて作ったんですよね。去年苗を導入してどんなものか分からなくてですね。でも最初導入した苗がこれぐらいのやつがこれぐらいにちょっと化けてきたんで、はいまあ、そういうのが結構いっぱいあるみたいですよね。これからもいろんな種類に挑戦してみたいなと思うんですよね。はい世界ラン展に行った時に台湾の業者がいたんですよね。でいろんなものを持っていたんで、まあ、できれば海外に行って、まあ、そういういろんなものを見てみたいなと思っているところですね。まあ、来年か3年ぐらいちょっと台湾とかちょっと暖かいところに行ってラン見学ツアーというのをぜひやってみたいですよね。はい